あなたは銀行の支店長が起こした前代未聞の銀行強盗事件を知っていますか？アメリカカリフォルニア州ビスタの銀行で36万ドル、当時の日本円でおよそ3900万円もの大金が奪われる強盗事件が発生。その犯行時間は衝撃的でなんと5分。また犯人が逃走するまで警察に通報されることもなかったんです。一体なぜここまでスムーズに犯行が行われたのか。その理由は犯人が銀行の内部情報を知り尽くした人間、銀行の支店長だったからなんです。前例のない襲撃の強盗事件。しかしその真相はさらに驚くべきものだったんです。この支店長は一般的な銀行強盗犯とは決定的に異なるある特徴を持っていたんです。なんと彼女は体にダイナマイトが巻きつけられていたんです。そう、彼女は何者かに操られていた。エリートバンカーであった銀行の支店長が起こした強盗事件。支店長の体に巻きつけられたダイナマイトの正体とは。そこには最愛の娘を守るための決死の覚悟があったんです。おっそうハヤシライスなら無限に食えるケンちゃんです。ダイナマイトエミカバカチロお前、バカチロお前。本日ご紹介するのはですね、なんと銀行のね、支店長が銀行強盗をするというね、かなり珍しい事件なんです。しかしその支店長は実は何者かによって脅されて銀行強盗をしたというんです。その黒幕とは一体誰なのか、そして支店長は一体なぜ銀行強盗をしなければならなかったのか。それは悲劇の物語だったんです。地獄の始まり。遡ること20年前、2000年11月、舞台はアメリカカリフォルニア州のビスタ。今回の事件の主人公であるミシェル・レニーはこの地で7歳の娘ブリーア、そして親友のキンブラと3人で仲良く暮らすシングルマザーでした。それと同時に彼女はアメリカのメガバンクの支店長を務めるエリートバンカー。仕事も子育ても真面目に全力で取り組むミシェル。娘ブリーアはそんな母親が大好きでした。ところがそんなミシェルたちに悲劇が訪れるんです。2000年11月、ミシェルはブリーアと一緒に夕飯のピザを作っていました。アメリカン。もうめちゃくちゃ素敵な親子じゃないこれも。確かにね、親子でピザ作るってね、幸せそのものよ。一回はやってみたいですよね。でもね、この日ね、悲しいことにピザをね、食べることはできなかったんです。幸せな日常は家の裏口が破壊される音とともにもろくも崩れ落ちたんです。突如家に覆面をした謎の3人の男が侵入してきました。男たちは銃をミシェルの頭に突きつけます。そして娘ブリーアはミシェルのそばから引き離されてしまうんです。一体何が起こっているのか。突然のことにパニック状態に陥るミシェル。男たちは何者か、そしてその目的は。すると男が驚くべき言葉を放つんです。俺たちは何週間もお前たちを追跡している。お前たちの全てを知っている。なにこれ、もうこいつら狙われてたってことあるかじめ。いや、そうなんですよ。もう超計画的な犯行でですね、なんと犯人はミシェルのね、勤め先、もう年齢、もう役職、全部知ってたんですよ。怖いっすよ。やがてルームメイトのキンブラが帰宅。彼女もすぐさま男たちに拘束され、ついにミシェルたちは自宅の中で監禁されてしまうんです。恐怖と混乱を極める中、ミシェルはあることに気がつきます。それは男の一人がトランシーバーで誰かから指示を受けているということ。そしてその声の主が女性であるということ。でもその女が黒幕ってことじゃないこれもう。なんか恨みでもあったのかしらねこれ。確かにね、ミシェルのことをね、最初から知っていたということはね、やっぱ計画的にね、狙っていたということなんですよね。どっちにしろなんでミシェルが狙われなきゃいけないわけ？いいクエスチョン、それも。じゃあ早速ね、犯人たちの目的を見ていきましょう。クエスチョン。犯人の目的。男たちの目的は一体何だったのか。もしミシェルの命が目的ならばすぐに殺害を実行するはず。金目的だとしてもミシェルよりも金を持っている人間など他にいくらでもいたはずなんです。すると男はミシェルにこう告げました。お前には勤め先の銀行の金庫から金を持ち出してもらう。金を盗んで俺たちに渡すか死ぬか。お前の選択肢はそれだけだ。そう、男たちの目的はミシェルの銀行にある多額の現金。銀行の内部事情をよく知っているミシェルを使い金を奪うというシナリオだったんです。いやこれ自分だけならともかくさ、娘とルームメイトたち人質に取られてるんでしょこれ。動けないわこ
いやもう狙いはねまさにそこなんですよ。だから犯人たちのね思うツボになっていくんです。翌朝、男たちはミシェルと娘のブリーやルームメイトのキンブラの体にダイナマイトを巻きつけ、俺がスイッチを押せば3人とも木っ端みじんだと脅したんです。怖すぎ。自分の命よりも大切な一人娘がダイナマイトをつけられて怯えている。ミシェルはただただ犯人に従うしかなかったんです。そう、彼女は自身の勤め先で銀行強盗をする覚悟を決めました。まさに究極の決断って感じじゃないこれもし自分がね同じ状況だったらどうしますか？私だったら娘守りたいから従っちゃうと思うわね、これ。自分の肉親とかね、家族とか、そういう状況があったらね、やっぱこう従わざるを得ないっていうのが、まあそっちの方が僕多いと思いますね。メトロのみんながね、どう思うかってのも聞いてみたいけどね。追い込まれたミシェルの強盗の決行、そして娘に必ず戻ると言い残し、ミシェルは犯人を車に乗せ銀行へ向かっていったんです。銀行に着くと犯人はミシェルに5分で金を持ち出してくるように命令。少しでも過ぎれば皆の命はないというんです。わずか5分のタイムリミット、体に巻きつけられたいつ爆発してもおかしくないダイナマイト、怪しまれないように緊張と恐怖を決死の思いで隠し車を降ります。銀行の金庫は規定上2人以上の人間がいないと入ることはできません。そこでミシェルは窓口係のスタッフに声をかけます。支店長であるため特に怪しまれることもなく、あっさりと一緒に金庫へ向かうことになりました。そして金庫に入るや否や、ミシェルは体のダイナマイトを見せて懇願します。5分以内に銀行を出なければ爆破されるの。私は銀行強盗をしなくてはいけないの。協力して。突然のことに窓口係のスタッフはパニックになり、言われるがままミシェルに協力するんです。そしてミシェルは金庫にあった現金36万ドル、当時の日本円でおよそ3900万円をカバンに詰め銀行を出ていきました。もういいよ、窓口係の人もさ、こんな状況見せられたらどうしようもできないよこれ。確かに、しかも知り合いだしね、支店長だったってことはさ、そんなこともあってね、犯人はねなんとねミシェルを置いてね、現金だけ持ってね逃げてしまうんです。強盗を終えたミシェルはすぐさま帰宅し、娘ブリーヤとルームメイトのキンブラの元へ。彼女たちのダイナマイトは犯人によって外されていました。娘の命と引き換えに銀行強盗という大きな罪を犯してしまったミシェル、華々しいエリートバンカーの人生から一転、勤務先を襲った犯罪者になってしまったんです。しかし聡明なミシェルはただでは転びません。ここから彼女の反撃が始まります。実はミシェル、なんと犯人の手がかりを掴んでいたんです。犯人が連絡を取っていたトランシーバーの女性の声、そして犯人の一人の覆面から見えた目、それは確かにミシェルが知っている人物のものだったんです。いやもうこれもうめっちゃ大きい手がかりじゃないこれ。ミシェルが思い出した勝ちじゃないこれも。まあね、そううまくいかないですよね、アルゴメトリって。真犯人の正体。通報を受けた警察はすぐさまミシェルの自宅へ向かいました。現場に残っていたダイナマイトは爆弾処理班が対応。警察はミシェルから状況の聞き取りを行いました。彼女は犯人は銀行の顧客であると主張。その人物がこちら、クリストファー・バトラーとリサ・ラミレスなんです。一体なぜミシェルには心当たりがあったのか。実は監禁事件があった日、銀行にこの男女が来店しており、ミシェルは少し話をした記憶があったというんです。この証言から間もなく警察はバトラーを逮捕。バトラーの車には覆面や手袋など多数の証拠が揃っていたんです。そしてね、逮捕時にバトラーと一緒にいたラミレスも自分がトランシーバーの声の主だとね認めたんですよね。ミシェルの証言により解決に向かっているかと思われたこの事件。しかしまだ次の展開が残されていたんです。実は警察はミシェルの証言に少し引っかかるものを感じていました。警察の違和感、それはミシェルの記憶力なんです。銀行の顧客とはいえ話をしたのは事件の当日に少しだけにもかかわらず、なぜそんなに鮮明に声や顔を覚えられていたのか。さらに爆弾処理班から受けた報告もその疑念に追い打ちをかけたんです。ミシェルたちの体に巻きつけられたダイナマイト、それは誰にでも簡単に作れるお粗末な偽物だったんです。警察はこの事件に隠された別のシナリオを疑い始めました。そう、警察が立て始めた仮説、それはミシェル真犯人説。ミシェルは犯人たちと手を組み、わざと自宅に侵入させ自分たちを監禁。犯人に脅されるふりをして偽ダイナマイトを身につけ銀行へ。そして銀行の部下をもまんまと欺き、たった5分で銀行の金を全て持ち出した。これがミシェル真犯人説なんです。嘘よ、ミシェルが真犯人なわけないじゃん。でも警察のね、見方もね、ある意味ね、筋が通っていたんです。というのもですね、警察がね、こう、ミシェルをね、容疑者としてね、いろいろ調べたところ、ミシェルのね、いろんな黒い部分がね、浮き彫りになってきたんです。隠された過去。警察が明らかにしたミシェルの過去は驚くべきものでした。彼女は子供の頃に虐待を受けており、15歳の時に家を飛び出して、それからずっと自分の力のみで生きてきたんです。そんな彼女がかつて働いていた職業はストリッパー。
ここまで何ら怪しい点はなく、むしろ立派なエピソードなんですが、この後不思議な行動をとっているんです。なぜかストリッパーの仕事を銀行員として働き始めた後も上司に秘密のまましばらく続けていたんです。昼は銀行員、夜はストリッパーという二足のわらじ生活は実に9年にも及びました。これが犯罪と直接関わりがあるわけじゃないけど、副業9年も秘密にしてるっていうのは確かにどっか怪しさはあるわよね。ここで警察はさらに捜査をね続行するんですけど、ミシェルがね過去についたね他の嘘とか金銭面でのね黒い部分とかね、もうどんどん掘れば掘るのがねいっぱい出てくるんです。ミシェルは家を出た15歳の頃からずっと働いていたため、高校も出ていませんでした。そのため勤め先の銀行に申告していた金融学の学歴や大学の学位は全て真っ赤な嘘。なんとミシェルは経歴詐称をして銀行に入社していたんです。また優秀な銀行員でありながら自身のお金の管理はいい加減だったようで、過去に借金が返済できなくなり破産したことも。しかもその回数はなんと2回。実際金銭的にかなり苦しい状況だったそうなんです。さらに逮捕されたバトラーからも新たな証言が出てきました。それは驚くべきものだったんです。ミシェルは自分の浮気相手で、強盗は全てミシェルが計画した。この時すでに実行犯とみられる4人全員が逮捕されていたんです。しかし奪われた金の大半が見つからなかったり、ミシェルにはなぜかテープでね縛られた跡もなかったりと、まだまだね不可解な点がね多くあったんです。信じたくないけどね、ミシェル清廉潔白だと思ってたのに。当時の人もね同じような気持ちでいたんですよね。でしょ。次々に明らかになるミシェルの過去。エリートバンカーのイメージとはかけ離れた衝撃の事実に、警察や世間もミシェルに対する疑念を捨てることができませんでした。しかしミシェルの過去は紛れもない事実なんですが、実際に事件に関わった証拠は何もありません。また過去の破産歴も別れた夫の借金を抱えていたためだったんです。過去と今回の事件は一切関係がないんです。この状況に一番ショックを受けているのは他でもないミシェル自身でした。犯人たちが自分の過去を利用し裁判の撹乱を目論んでいると悟ったミシェル。彼女と娘のブリーアはひどく傷つき、世間の目から逃げるようにホテルを転々として過ごしていたといいます。そうね、これさ、過去のミシェルにばっか目向けられてさ、その時のミシェルの姿を誰もね目向けてくれなかったっていうのはめちゃくちゃ辛いよね、これ。そうなんですよね。そういうこともありつつもね、いよいよね裁判の結果が出るんです。裁判の結果、バトラーを含めた監禁の実行犯3人は終身刑に。しかしその彼女のラミレスは彼らに指示をしていたという自白が棄却され、なんと無罪という判決が下りたんです。なぜラミレスは無罪になったのか。実はラミレスは尋問中にミシェルが犯人を助けていたと証言を覆していたんです。もちろんミシェルは反論したんですが、その中で辻褄の合わない発言が出たり感情的になってしまったことがあったといいます。これが陪審員の心証に影響を及ぼしたんです。ミシェル自身は真犯人説を裏付ける物証も見つからなかったため有罪とはなりませんでした。しかしその一方で持ち上がった噂は完全には棄却されず、その後も事件への関与を疑われることがあったんです。そんな多くの疑いの目は彼女の心の傷をさらに広げました。それでも自分をまっすぐに見てくれる娘や親友に助けられ、ミシェルは新たなスタートを切ったんです。彼女はこの冤罪事件の経験談を本にして出版します。さらにその話は映画にも。ミシェルは人生最悪の出来事に負けることなく、その経験を多くの人に伝えることで偏見に屈しない人生を切り開いていったんです。黒歴史なんていう言葉もあるんですが、誰しも大なり小なり人には言いたくない過去というものがあると思います。でも僕たちはそういう情報を耳にすると知らず知らずのうちにその人を色眼鏡で見てしまうこともあると思うんです。